皆さんこんにちは、しおねるです。今日はキュンパスを使って贅沢な鉄道旅に出かけたいと思います。イエーイ。朝5時15分です。今日はね、まず最初に6時8分の新幹線ときに乗って新潟駅に向かいたいと思います。初めて乗る列車が多くあるのでかなり楽しみです。行ってきます。キュンパスとは JR 東日本と一部の第三セクターが1日1万円で乗り放題になるとってもお得な切符です。特急自由席が乗り放題、指定席は2回まで利用可能です。キュンパスは事前に切符を発券する必要がありますが、渋谷で発券したら時刻表風ノートがもらえました。他の駅でもこういうプレゼントあったのでしょうか。今回は越後ときめき鉄道に乗りに行きたいなと思っていたので、そこを中心にルートを調べました。 YouTube で上げてる方が何人かいらっしゃったので、今回はそちらを参考にさせていただき、新潟とちょっぴり長野の旅を楽しみたいと思います。キュンパスは指定席を2回まで利用できますが、そのうち1回をこのタイミングで使用しました。朝の自由席争奪戦に勝てる自信がなかったので、さすがに立ちはきついかもなと思って安心を買うことに。お弁当屋さんも改札と同じく5時半に開くので、自由席の場合はお弁当を買えないのがデメリットですね。無事お弁当も買えたのでホームに向かいます。ちなみに指定席も青森へ行く全車指定席のはやぶさは1ヶ月前の予約開始と同時に指定席を取らないと午前中に到着する列車はどれも満席状態。行き先の希望からも外さないといけない状態でした。トキ301号は22番線から発車します。上越新幹線トキは東京から新潟間を結びます。一部の列車は越後湯沢駅や長岡駅から新潟駅までの区間運転を行っています。新潟県内の通勤・通学の足としても利用されているそうです。 E7 系新幹線はそのスマートな外観から速さと静けさを同時に感じさせます。青と白、そして落ち着いた銅色のカラーリングが清潔感とモダンな印象を与え、この美しいデザインは周囲の環境に溶け込みながらもその存在感をしっかりと主張していると思います。お待たせいたしました。どうぞご了承ください。列車12両での運転です。自由席車両は進行後ろ寄りの1号車から5号車です。この枕の感じ的にそもそもがリクライニングを大前提として設計されているのかなと思いました。リクライニングしないとね、ちょっと私的には苦しいなと感じます。荷物棚がデッキではなく客席内にあるのがとても安心ですよね。コンセントは全座席に設置されています。列車の発車までテーブルは結構前に出てきてくれてとっても使いやすいです。列車名のトキは天然記念物にも指定されている新潟県の佐渡島に生息するトキにちなんで名付けられ、地域に密着した列車となることを目指して選ばれたそうです。荷物棚上部には鏡が取り付けられていて忘れ物対策がされています。車内販売もありました。朝早くからありがたいですね。寝坊して飛び乗ったとしても問題ありません。今回は東北には行かないのですが、桜が恋しくて桜巡り弁当を購入しました。上越新幹線の E7 系にはグランクラスが設置されています。ですがこちらのグランクラスはアテンダントが乗車せずシートのみの営業となっています。
かなりおしゃれな洗面台にこのブラウンのカーテンを閉めることで、とってもおしゃれで上質なドレッサーを使っている気分になれました。座席シートの模様が一つ一つ違うのもいろんな表情があるようで、とてもいいなと思いました。雪に覆われた山の雄大な景色が現れます。ちなみにこの新幹線は日本有数の豪雪地帯を通ることから、線路に温水が出るなど様々な雪対策がされている新幹線です。本日1つ目の目的地、新潟駅に到着です。新潟駅では E7 系が3つも並んでいて、さすがにかっこよすぎて大興奮でした。はい、ということで新潟駅に到着しました。じゃあこれからね、新潟を観光してまた次の列車に乗りに行きたいと思います。家族で車で行った以来なんですけど、こんなにも近いんだってびっくりしました。まずは磐梯広場のバス乗り場へ。新潟駅前は大工事中でした。2025年をめどに整備が進められているみたいですね。 BRT に乗って本町駅へ向かいます。最初に行く場所は安倍鮮魚店です。浜焼きが食べたくってブラタモリでも紹介されていたんですよね。新潟といえばお魚のイメージがあるので、とっても楽しみです。9時前とまだ朝早いので多くの店が閉まっていますが、商店街では八百屋さんなどがお店を開き始めていました。商店街を抜けると右に曲がる目的地の安倍鮮魚店は閉まっています。ネットでは9時に開店とのことだったのですが、少し待ってみたいと思います。こちらの人情横丁は新潟で最も古い商店街の一つだそう。長屋が連なっています。1時間待ってみて、今10時なんですけど、やっぱり開かなかったので諦めることにしました。今からね、磐梯の方に行ってカニとか食べちゃいたいと思います。バスでも行けるのですが、せっかくなら歩いて新潟の雰囲気を楽しみたかったので、30分かけて磐梯島鮮魚センターへ向かいます。国指定の重要文化財である磐梯橋、信濃川に架かる新潟市のシンボルです。日本で最も長い川、信濃川。川幅の広さに圧倒されました。信濃川を歩いて渡れるというのはとってもいいですね。時間がゆっくり流れ、新潟の風景を堪能することができます。すっごい広。10時半、少し前に到着すると、お目当ての佐渡弁慶は行列になっていました。私は1巡目では入れませんでしたが、1人だったこともあり、すぐ入れました。磐梯島鮮魚センターがあるピア磐梯では、日本海で採れた新鮮な海の幸や産直野菜、お肉にお酒など、たくさんのお店が集結しています。ここに来るだけでかなり楽しめそうです。他にも食べたかったのですが、早めに新潟駅に戻ります。次は特急白雪に自由席で乗車します。1時間前からホームで待機しましたが、並ぶことはなく、ギリギリに戻ってきても余裕で大丈夫だったなっていう感じでした。
はい、ということで新潟駅に戻ってきました。次は特急白駅に乗って直江津まで向かいたいと思います。まだ電光掲示板にも発車時刻表示されてないぐらいなんですが、並んでる場所が合ってるか不安ですけど、とりあえず待ちたいと思います。北陸新幹線の長野駅から金沢駅間延伸開業に伴い、上越妙高駅での新幹線の接続列車として運行開始された白雪。新潟駅から JR 信越本線、越後ときめき鉄道妙高羽馬ラインを経由して新井駅までを結ぶ特急列車です。だんだん気温が下がってきてめっちゃ寒くて、首がねとにかく冷たいのでフードかぶってます。早く特急来ないかな。カラーリングは白雪ということで白をベースにした塗装となっていて、日本海と空の青さを表す紫紺色と日本海に沈む夕日をイメージした朱色のラインが加えられています。途中新津、鴨、東三条、見附、1号車と2号車です。自由席は3号車、4号車です。このドアは近未来感があってとってもかっこいいですね。特急フレッシュ日立などで活躍していた E653 系車両に体幹、大切構造化を施しての転用した車両が使われています。本日も特急白雪号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急白雪6号上越妙高行きです。白雪のシートは背もたれだけではなく座面も動かすことができます。初のチケットホルダーを利用することができました。このね、横に取り忘れ紛失等には十分ご注意くださいって書いてあるぐらい多分取り忘れが多いんだと思うんですが、私もこの切符をなくしたらもう帰れないので一旦使ってみて早い段階で回収しました。失礼いたします。ありがとうございます。ミニ転車台を発見しました。荷物棚は高め。一部が透明になっているので忘れ物がないか確認できますね。洗面台もありますが結構狭め小さめというのとかなり暗かったです。先ほど歩いて渡った信濃川を通過。柏崎駅を過ぎると日本海が見えてきました。海が間近に見える区間やこれぞ新潟という感じの田んぼの景色を楽しむことができます。日本海に一番近いと言われる大見川駅。この日は一日雨だったのですが少しだけ晴れ間も見えて日本海の景色を満喫することができました。直江津駅に到着です。いよいよ
お目当てのいちごときめき鉄道に乗車します。 ET127 系がお出迎え。緑のデザインは妙高山の山並みをイメージしているそうです。そしてなんとなく国鉄っぽい右側の V1 編成は田島ルーフィング株式会社が同社製品のデジタルフィルムオルフィーを使用して新潟色を再現した田島塗りによるラッピング列車だそうです。車両内に誰も人が乗っていなかったので貸し切り状態でした。座席シートは結構ふかふかで座り心地が良かったです。ゴミ箱とトイレもありました。途中停車駅も一つ一つ味があるなと思いました。かなり大きな駅です。ちょっと時間が空いたのでもう一回いちごときめき鉄道に乗りたいと思います。待合室にいるよりもね、電車に揺られてた方が心地いいですから。お、結構人がいるな。2、3回目は撮影もせず車内の雰囲気と車窓を楽しみました。時間帯的にも学生さんの乗車がとても多くって、なんだか地元の人になれたみたいでちょっぴり嬉しかったです。はい、じゃあいちごときめき鉄道を3回乗って1往復半乗って満喫したので、次はまるで山手線かのように新幹線を使いたいと思います。朝と同じ E7 系ですが、今度は白鷹に乗りたいと思います。自由席は激混みでしたが、私は少しの乗車時間なのでデッキに立っていました。なんだっけ、めっちゃ雪降ってる。マジか。はい、ということでもう下車しました。上越妙高からいい山駅まで10分で新幹線を降りるというね、すごい贅沢をしちゃいました。こんなに雪降ってるのは私の中では今年が初めてかもしれない。わあ、新潟では降ってなかったけど長野はやばいです。見える？見えない？もう目の前がじゃん。今回いい山駅で降りたのは長野県地元のスーパーに行きたかったからです。そんなに時間はないのでスーパーオリジナル商品を見て帰りたいと思います。すごい楽しい。新潟駅に着いた時もそうだったんですけど、待合室の椅子とかがとても工夫されていて、待っている時間も楽しめるなと思いました。白鷹に乗って帰ります。帰りは W7 系でした。
スーパーではスーパーオリジナル商品かつ長野ということで、ちょっとリンゴの商品がいいなと思ってリンゴのかりんとうを買いました。これ家でお母さんと食べたんですけど、酸味が効いていてかなり美味しかったですね。キュンパスの旅いかがだったでしょうか。予定していたものとは違う工程になったりといろいろハプニングもあったんですが、かなり満喫できたのではないかなと思います。そしてね、今回は25,060円分の移動をしたので15,060円もお得に旅をすることができました。ちょろっとここに寄ってみようみたいなことはね、遠くに行くときはなかなかできないので、ドキドキワクワクの体験をすることができて本当に楽しかったなと思います。ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。